はい、おはようございます。生体院朝院長の浅井義明です。はい、今日はですね、弁当ですね。弁当って大体プラスチック製でできてると思うんですが、で、それをですね、コンビニとかで買ったら、大体ほとんどの人はもう加熱して、なんていうんですかね、あの、はい、チンしますよね。レンジでチンしますよね。はい、これが、なんか人的に問題があるっていうふうなことを聞いたことがあるので、ちょっとそれについて調べてみましたので、どんどんアウトプットしますね。はい、じゃあいきます。で、プラスチックを加熱する人が知らない健康被害ということで、プラスチックを加熱して、なんか弁当食べると健康被害があるっていうことが言われているようです。これ本当かどうか知らないですけど、一応確かめてみましたので、これネット情報に書いてある情報を一応、公開していきたいと思います。まず1ですね。生殖機能の低下ですね。で糖尿病や心臓病のリスクも上昇と。例えば人間を対象とした研究です。子宮で、フルタ酸エステル類への、暴露、なんだろう、子供が小児喘息を発症しやすくなることが分かっている。で、男児の場合は行動障害を起こしやすくなるほか、肛門と生殖器の間の距離が短くなると。これは大事なポイントなんですけど、ここのツボはですね。はい。で、後者は成長してからのテストステロンの分泌量や精子の量の低下と関連付けられていると。はい。だから、そうですね。で、成人男性がフルタ酸エステル類に、暴露されていた場合は、精子の数が減少し、不妊の場合は甲状腺ホルモン値の低下や早産につながりやすくなると。一方、BAP、エストロゲン、生殖機能の発達に重要なホルモンを、催することがあり、男女の生殖機能低下、女児の思春期の遅れ、男児の、思春期の早まり、子供の行動障害につながるとされているという、はい、怖いデータ一応出てましたね、これ。はい、じゃあ次いきます。で、対策1、加工食品はできるだけ避ける。ファーストフード店やコンビニ、スーパーなどで売られている加工食品は便利で必要な場合もありますが、高濃度のフルタル酸エステル類が含まれている可能性がある。また、ある種の肉製品や乳製品といった高脂肪食品には、他の食品よりもフルタ酸類が多く蓄積されている場合があることが研究によっては出されると。で、ビスフェノール類などの化学物質は缶詰の内側のコーティングに潜んでいることがあるため、スープ、ソース、飲料などはガラスの容器に入ったものを選んだ方が安全だ。サティアラ・ナンスによれば、冷凍食品に使われるプラスチックの包装から化学物質が溶け出す可能性は低温のためかなり低くなるという。で、プラスチック類の容器の使用を避ける。ビスフィノール類は食べ物や飲み物を保存するプラスチック容器に含まれていることがあるが、乳用瓶、疾病カップ、食品保存容器、水筒などはできるだけ金属製かガラス製のものを使いたい。はい。疾病カップ、2013年に乳幼児用粉ミルクの、包装に BPA を使用することを禁じたが、BPA フリーと表示されている製品もあっても、健康に BPA と同様に影響が及ぼす別のビスフィノル類が使用されている可能性があるということで、プラスチック容器は避けて、水筒などはできるだけ金属製やガラス製のものを使った方がいいということですね。はい。じゃあ次いきます。はい。対策3、プラスチックを加熱しない。電子レンジで加熱したり、熱い食べ物のために使ったり、食器洗い場で洗ったりして、プラスチックに熱を加えると有害な化学物質がプラスチックから溶け出して食べ物や液体に混入する可能性が高くなると。対策4、ビニール製品の使用をやめる。ビニール製のシャワーカーテンを使っている場合は、布製のものに変えることで家庭内のフタル酸類を簡単に減らせるという。
滑り止め付きのバスタブ用マット、赤ちゃん用のプレーマット、ランチョンマットなどに含まれているビニールにも注意し、別の素材にできた製品を選ぶといいと。はい。で、加熱紙のシートも危ないと。対策後、レシートに必要以上に触れない。レシートには加熱紙が使われていることが普通だが、加熱紙とは皮膚から吸収される可能性もあるビスフェノール類が含まれている。免疫者がブラウン大学、子どもの環境衛生センターの所長でもある、レシートに触れる量を減らし、子どもにレシートで遊ばせないようにすることが、暴露を小さくする被爆かな、これ多分、立法の指摘となると。対策6、プラス製のおもちゃを口の中に入れない。柔らかいプラスチック製のおもちゃを含まれているタミル酸類のおもちゃへの使用はアメリカでも2008年禁止された。ただ、6ヶ月から1歳くらいまでの何でも口に入れたがる時期の赤ちゃんには、プラスチック製ではなく、木製やシリコン製のおもちゃで遊ばせるようにしたいと、話すと。で、プラスチック類のおもちゃで遊ぶだけでなく、なら問題はないそうだということですね。はい。で、次、はい。対策7、化粧品などのフタル酸類に気をつける。化粧品、マニキュア、シャンプー、ボディーソープ、ローション、パウダーにはタフル酸類が含まれていることが多い。女性の体内の、フタル酸濃度が男性よりも多い理由は、これらの製品の使用によるものかもしれない。フタル酸類への、フタル酸フリーは無香料、フタル酸類は過量に、匂いですね、量に含まれていることが多いと表示されるパーソナルケア商品を選ぶことで大幅に低減できると。ただし、無過量という表示されている製品には別の匂いも隠すために過量が含まれている場合もあり、フタル酸類が含まれていることを保証するものではないといった。フタル酸類に含まれる製品を見つけるに便利なのが、環境保護団体、環境ワーキンググループ EWG の、ものがいいということですね。はい、次いきますね。対策8、ほこりにさらされないようにする。フタル酸類は粘膜や接着剤、テープに使用される、もの、カーペットの裏生地、ビニール製のシャワーカーテンや床、その他の柔らかいプラスチック製品などに含まれていると話すと。これから化学製品は家の中のホコリになるので、吸い込んだり、皮膚から吸収したり、乳児や幼児が手から口に入れたりして、体内に取り込まれることがあると。で、ヘタフィルターを装置して掃除機に使用を進める。フィルターのない掃除機ではフタル酸類の、微酸な粒子を、後部から吹き出すだけではダメだと。はい。ちょっとこんな感じですね。はい、次いきますね。よいしょ。これダメだ。はい。で、影響が大きいのは、はい。で、次いきますね。影響が大きいのは赤ちゃんと。乳児、幼児や妊娠と。赤ちゃんや、幼児や妊婦などはこうした、物質の影響を受けやすいとされる、層に向けた商品、あるいは食品用途によるものが、使用頻度を引ける国が増えており、プラスチックに指定の物質を使うことができない製品もできてきておりますと。これらについてどのような、経緯であれ、規制を行った当局が危険であると。まあいいや。はい。で、ということで、赤ちゃんや乳児や、妊婦の方はプラスチック製のものはちょっと食べ物、食べ物にしても触れるものに関しても、気をつけた方がいいということですね。ということでですね。プラスチックは体に悪いですかと。プラスチックの中の化学物質、
化学物質は食品中に溶け出し、内分泌かつ、乱物質、いわゆる環境ホルモンとしての作用し、体内のホルモンの作用を阻害し、肥満や糖尿病などの代替性疾患の発症を引き起こす可能性があると。他にも BPA に、がんリスクが増加という感じも出ていると。はい。で、プラスチックは体に悪いんですかと。プラスチック単体の完全燃焼では、ダイオキシンのような有害物質は発生しません。ダイオキシン類は炭素、人の健康に影響する量ではありませんということですね。はい。プラスチック製の皿は体に悪いですか？プラスチック製容器に使われている原材料には、ポリプロピレン、メラミン、ポリカーボネードなどがあり、でメラニンも毒性の強い溶け出す健康に害が与えると言われているということですね。はい。で、プラスチック製、容器は発がん性ありますかと。発がん性を引き起こす可能性がありますということですね。はい。はい。プラスチックはどうやって体内から排出できますか？腎臓には過度な胆汁への排出によって体の外に排出されるか、腎臓か脾臓、あるいは毛細血管に静寂動を経由して他の臓器に侵着するかだということです。つまり血液中のマイクロプラスチック粒子は排出されず他の臓器にとどまっている可能性があると。これ大事ですね。僕内臓生態やってるんでよくわかりますが、ほとんどの方は脾臓と腎臓、肝臓ですね。これダブルで悪いんですよ。本当に。で、腎臓、これですね。あと胆汁、胆の。この辺本当上部詰まってる方たくさんいらっしゃいます。これらの方はちょっとプラス性のものはですね、いろいろ気をつけた方がいいかなというふうに思いますね。はい。で、こういった悪いかどうかっていうのはですね、私が一応直進で、ですね、チェックができてますので、無料診断っていうのをやっておりますので、興味のある方はいていただけたらやらせていただきますと。はい。ですね、プラスチック製は煙は有害ですか？これを言わなくてもいいですね。で、プラスチック製の容器を電子レンジに入れると有害ですかと。電子レンジで安全に使えるとはっきりと表示されていない限り、プラスチック容器に入った食べ物は電子レンジに入れるのは避けるべきと出てますね。はい。人間の体からプラスチックが検出されるのかと。17%、約77%の血液からマイクロプラスチックが検出されたという結果が発表された。はい、出てますね、これは。ということで、とりあえず以上になりますが、プラスチックを使って食事をする、温めて加熱して食事をとるというのは、確かに体に良くないということがよく分かりました。ということで、はい。その日常的に、取っている方は、そういう弁当だとか、プラスチックを加熱している人は、これから温めなくてもいいようなものを買って、温めないで食べるというのは、一ついいのではないかということですね。確か、冷えたライスは肝臓に負担がかかりにくいとか、太りにくいとかっていうことも確か言われたこともあったんですが、またここも検証する必要がありますが。はい、ということですね。で、次回はですね、バナナですね。バナナは、なんかフィリピンだとか、なんかそのアジアとかで作られたバナナは、アメリカ向けは、有毒物質が、なんて言ったらいいのかな。作るためにですね、いろんな成分が、あんまり入れない、健康的に作った、作ったフィリピンのバナナはアメリカに輸出されて、ですごく何か、薬というか、なんかいろんな農薬とかいっぱいたくさん使ったものが日本に輸出されるっていう話をちょっと聞いて、日本に入ってくるバナナは健康じゃないんだよ、みたいなことを聞いたことがあるので、今度はそれについて勉強してみたいなと思います。はい、本日は、プラスチック製の、弁当が体に人体を与えるのは本当かどうかについて検証してみましたが、おそらく、そういう確率が高いということがよくわかりましたので、はい、今日はこれで学び終わりたいと思います。はい、本日も生誕野菜、本日日曜日ですね。はい、今日は5時まで営業しておりますので、まずは、その後は、ようやくあればですね、午後8時以降も帰ってきてから夜、施術したいと思っておりますので、ご連絡の方です。まずお電話ですね、お待ちしております。よろしくお願いします。失礼します。